皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、雨になるんですけれども、またね撮影に来ております。もう11月の終わり頃になるんですけど、今年は本当に冬の到来が遅くて、ちょっと降ったりもしたんですけど、なかなか冬の撮影に入り込めないという感じでね、どこもそんな感じで、世界的にもねちょっとおかしな気候かなっていうところなんですけれども、仕方がないですね。なので今日はねそんな感じの冬がまだ来ないんですけれども、本当に残っている秋っていうものもありますので、そういった小さい秋を感じながら、撮影をしていきたいなと思います。で今ちょうどねここ、原生林をずっと歩いてきて、これコメツガっていう木になるんですけれども、ご覧の通りもう折れてしまってね腐って、もう上の部分はないんですけれども、こうやってもう折れてしまったり、枯れてしまったりするとどんどん苔とかが蒸してですね、またその苔から新しい生命が生まれてくるような感じになっています。でちょうどね頭のところこんな感じで見ていたら、この折れた断面のところに苔の絨毯が覆っていて、そこに新しいまたコメツガのね幹が生えていますので、ちょっとそこの物語を切り取ってみようかなと思います。でこの苔と、小さいねコメツガの幹があるんですけど、その背後にこの天井がねちょっと明るい部分があるので、それを後ろに添えてぼかしながら、ちょっとこの小さいコメツガの物語を表現してみたいなと思います。ここは望遠レンズを使ってねかなりクローズアップしてやっていければと思います。こんな感じで今日は小さい被写体を見つけながら、もう目で見て秋だって分かるものがないですし、大きい何かをインパクトのあるものっていうよりは、小さい被写体をねこう感じながらいきたいなと思います。ということで今日一番最初に撮れる1枚はこんな感じです。今度はですねちょっとこう歩いてきたんですけれども、この辺りは根づこの木々たちがいっぱいあってですね、今年はこの葉っぱがかなり落ちてオレンジ色のね絨毯が広がっています。もともと常緑なので冬の間も緑色というか、そういう木になるんですけれども、今年は割と多かったんですよね。なのでちょっと色鮮やかにこの辺りね綺麗になっていますので、ちょうど今ここに水たまりがあって、そこにたくさんのこの根づこの葉っぱがね溜まっていますので、そこをちょっと取ってみようかなと思います。あとはこう枝に突っかかっているようなところもですね非常にこう綺麗だったりしますので、そういう小さいところもちょっと取れたらいいかななんて思ってるんですけど、ひとまずねちょっとこの水の反射のとこが面白かったのでね、こちらを今カメラをセットして撮っています。でズームして本当に水の反射を撮るんですけれども、ほとんどのこの根づこの葉っぱっていうのは水の中に入っているんですけど、一部こう頭を出していて、それが独特な模様を作っていますので、そんなところをですねちょっとこうアブストラクトな感じで撮っていきたいなと思います。で水物なので CPL を使った方がいいかなというところだったんですけれども、逆にこう空の反射が完全にあって白くなっていた方が面白いかなと思ったので、今回は PL は使ってないですね。なのでちょっとこう集合体チックな、そういったアブストラクトな撮影をねしてみようかなと思いますので、いろいろとちょっと試していきたいなと思います。ということでこちらで撮れる1枚はこんな感じです。
今度はですね、秋っていう感じではないんですけれども、この辺りのね木の根っこが非常に素晴らしくて、ちょうどここがトンネルのようにねくり抜けています。ちょっとこんな感じで下から見るアングルがね非常に面白かったので、ちょっとここを撮影しております。でこういうところは超広角みたいなレンズがあるとね非常にやりやすいんですけれども、今日ちょっと持ってきてなくて2470っていうね、ニコンのレンズなんですけれども、これでねちょっと撮っております。なのでちょっとこう被写界深度が追いつかないっていうシーンなので、何枚か撮ってそれをフォーカススタックっていうね被写界深度合成をしてちょっとやっていこうかなと思います。結構絞れば、何とでもなるにはなるんですけれども、ちょっと今回はこの手前のねこの辺の質感というか、それから奥までねパンフォーカスでちょっと撮りたいなと思ってますので、被写界深度合成をねやっていこうと思います。そんなにめったにはやらないんですけれども、またこの被写界深度合成についてはですね、またちょっと別の動画でやれたらいいかなと思うんですけど、そんな感じで下からね覗いて撮っていこうと思います。これもね根づこっていう木になりまして、その葉っぱがねこう下に折っていて綺麗な絨毯になっていてねすごく綺麗です。じゃあここを撮ってあと1箇所ぐらいですかね、何か撮れればいいんですけれども、ゆっくりと進みながらまた何かいいものが見つけられたら撮影してみようと思います。ということでこちらでね撮れる立派な木の根っこはこんな感じです。結局この後はイメージを形にできず、そのまま日が暮れていきました。初冬間近のこの時期は分かりやすい被写体が少なく、五感で感じ向き合い頭をフル稼働しなければなりません。そんな中、一つでも何か自分にとって大切なものが見つけられた時、この場所へ来てよかったなと感じます。ここで芽を出し新たに始まった命、これから迎える過酷な冬を無事越せるのでしょうか。また再びその姿を見れるかは分かりません。だからこそ撮る意味があるのだと感じます。